さて、皆さんお元気にしていたでしょうか。お久しぶりです。平沢下子、または平の字です。前の動画から極めて時間が空いてしまいました。今回、新ツールをリリースしました。ので、この動画はその機能紹介がてら、簡単なチュートリアルをやっていく動画になります。今回のツールは、バックで流れている動画のように、SF 的な構造物を作るのに適したツールです。このような構造体が、コツさえつかめれば誰でも簡単に作れちゃうツール。ご興味があれば、ぜひご覧になっていってください。さて、まずはチュートリアルに入る前に、チュートリアルの流れを説明しておきます。まずはチュートリアルに入る前の準備として配布データをざっと紹介します。次に、面重点ツールというものがどういうものなのか、本ジェネレータを使って簡単な説明を行っていきます。最後に、本題、本ジェネレータ、楽しい建築パネリングツールが一体どういう特徴を持っていて、どういうところが楽しいのかについて説明していきます。まずは簡単に配布データを紹介します。生成した構造物のサンプルは、ジェネレータという名前のコレクションにまとめられています。開くとこんな感じ。まずはちょっと動かして見た目を確認してみてください。どうでしょう。かなり SF なのではないでしょうか。また、このように、編集モードに入って適当に編集してみることで、ジェネレータがどう動いているか、まずは簡単に見てみることもできます。さて、次に、ジェネレータ適用したオブジェクトのモディファイアプロパティ欄からジオメトリノードの入力欄をとりあえずざっと確認してみましょう。まとめるとこんな感じ。基本的には上から下に順番に入力していく感じです。本チュートリアルも基本的にはこの上から下への流れをなぞりながら説明していきます。さて、次はこれらの構造物を構成するためのアセットの一覧です。ざっくり見ていただいて、このような複雑な構造物を作るアセットとしてはかなり数が少なく、単純なアセットの組み合わせでできていることが分かっていただけるのではないかと思います。では、これをどうやって使うかという話ですが、早速実践してみることで確かめていきましょう。とはいえ、まずは基本から。まずはこのツールの基礎。オブジェクトの面重点とはどういうことなのかについてご説明していきたいと思います。基本的な説明をするためのアセットは、コレクション、アセッツ内のアセッツ、シンプルという名前のコレクション内にまとめられています。では、とりあえずすべてのコレクションのチェックを外した状態で非表示にし、シフト A の新規作成からメッシュ、モンキーを選んでおなじみスザンヌを作成してみてください。それができたらモディファイアプロパティのジオメトリノードを選択して、プルダウンメニューからアーキテクチュアルテッセレーター13というノードを選択してください。まずは何も見えなくなってしまいますが、これはアセットが設定されていないためです。まずはこちらを設定します。まずは一番上のベーシックパネルアセッツオブジェクトコレクションという入力欄に、こちらのシンプルウィッカーというコレクションを設定してみましょう。設定できたら、見た目が変わったのが確認できると思います。直下の Z スケールレーシオという入力欄で、パネル奥行きの調整を行ってみてください。さて、ちょっとゴツゴツしてて面の流れが分かりにくいな、と思ったので、元オブジェクトにサブディビジョンサーフェスをかけておきましょうか。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを選択し、これを右側のプルダウンメニューから最上部へ移動しておきましょう。そんな感じで、とりあえず基本的な面重点ができました。これだけでも、例えば藤かごとか麦わら帽子みたいなオブジェクトを作るには面白い効果が出そうですね。とはいえこれだけではありません。次はこちら、アセッツ、ポークという名前のオブジェクトコレクションを設定してみます。さて、これを設定すると、なんだかうまく貼り込めてない、というのがわかるのではないかと思います。それもそのはず、こちらのアセットは面重点モードを変えるためのコレクションだからです。少し下、テッセレートモードというラベルのついた箇所に降りて、3つ目の入力欄、テッセレートモードを0から1に変えてみましょうか。若干見づらい場合は最上部2番目の入力欄、Z スケールレーシオを修正して奥行きを変更してください。確認してみると、なんだか面白い形状が生まれてるのがわかるのではないでしょうか。さて次は、先ほど設定したテッセレートモードを1から2に変えてみてください。こちらはフレームモード。辺に対して格子になるようにオブジェクトが充填されるのがわかると思います。4個目の入力欄。
フレームスケールレーシオの値でフレームの太さを調整しましょう。どのようにオブジェクトがフレーム上に配置されているのかがわかると思います。さて次は、5個目の入力欄でトライアンギュレートメッシュにチェックを入れてみてください。フレームが三角形になったのがわかると思います。さて次は、その下、デュアルメッシュにチェックを入れてみましょうか。このように、フレームがボロノイ分割状になったのではないでしょうか。以上のように、面重点ツールというのは多様な方法でメッシュオブジェクトの面をオブジェクトで入れ替えることができます。さて、誤解のないように言っておくと、ここまでの機能については、本ツールを使用しなくても実は公式アドオンを使用することで実行できます。プリファレンス、アドオンからメッシュ、ティッシュツールにチェックを入れることで面重点ツールを使用することができます。アドオンとモディファイアと使用方法はかなり異なりますが、今まで解説したような面重点の機能を使いたいという場合はこちらを使用されるのも良いでしょう。本ツールの本領、ツールとしての特色はここからの解説になります。この後の説明においては、これらの SFK 構造物を作るためのアセットコレクションを使用していきます。まず、ざっくり見ておいてください。大したアセットではないのは見てわかるのではないかと思います。さて、それでは、チュートリアル本題、SFK 構造物の作成に移っていきます。まず、シフト A の新規作成でメッシュオブジェクトからキューブの新規作成を行ってください。立方体ができたら、まず面を細分化してみましょう。そうしたら、モディファイアプロパティ、ジオメトリノードを選択して、プルダウンメニューからアーキテクチュアルテッセレーター13というノードを選び、適用してください。先ほどと同様、一番上の入力欄に構成の基本となるオブジェクトコレクションを設定します。こちらのオブジェクトコレクションにはこちらに示したアセッツ、スペースシップ、ベーシックと名付けられたコレクションを指定します。さて、コレクションが設定されましたが、今のままでは厚さ方向の印象が弱いので、2番目の入力欄で Z スケールレーシオを調整しましょう。アセットと比較してみると、コレクション内の一番上、頭に00とついたアセットが前面に設定されているのが見て取れると思います。ここで、まずこのツールの特色。その1、マテリアルに合わせたオブジェクトのパネリングを挙げておきます。本ツールにおいては、設定したアセットオブジェクトコレクションについて、メッシュオブジェクトのマテリアルと、アセットオブジェクトコレクション内のオブジェクトが順番で連動するように配置される、という特性があります。では、作成中のオブジェクトにマテリアルをアセットオブジェクトコレクション内のオブジェクトの個数だけ配置してみましょう。今回の場合、00から07までの8個のマテリアルを、マテリアルスロットに埋めてみましょう。あと、ジオメトリノード設定欄右上のボタンから、編集モードでの表示をオフにしておいてください。これにより、編集モードでは元のメッシュオブジェクト、オブジェクトモードでは適用後のメッシュが表示されるようになります。さて、それでは、とりあえずメッシュオブジェクトを適当に編集していきましょう。画面上の編集を参考にしてもいいですし、参考にしなくても構いません。ただ、この後の解説のために、大きい面と小さい面がある方がいいかもしれません。ただし、メッシュオブジェクトの面内の頂点数が5個以上ある場合、オブジェクトをうまく貼ることができないので、メッシュ内の頂点数は4個以内になるように調整してください。さて、なんとなくですが形ができてきましたね。そうしたら、次はマテリアルを変更することで、貼るパネルの種類を変更していきましょう。そうですね。まずは辺をベベルしたことで現れた面など、他の部位より小さい部位を選択してみましょうか。こちらにマテリアル06と名付けられたマテリアルを適用してください。マテリアル06に対応するオブジェクトはこちらの黒いオブジェクトです。マテリアル00に対応するオブジェクトに比べてディテールが少なめなのが見てわかると思います。入れ替えた結果をオブジェクトモードで確認してみましょう。マテリアルを塗り替えた部位だけオブジェクトが入れ替わってるのが見て取れると思います。次は、こちらのドアパネルを使ってみましょう。マテリアル01に塗り替えることでドアパネルに入れ替えてみます。次は、こちらの何かオブジェクトが設置されているパネルに入れ替えてみましょうか。同様にマテリアル05に塗り替えてみましょう。
こちらも同様に、問題なく入れ替えられるのが確認いただけるでしょうか。さて、このままではちょっと面白みに欠ける、ということで、パネル間につながりを持たせるためにダクト用のパネルを使っていきましょう。02から04のパネルがダクトっぽくなっているパネルです。ダクトをつけるために、ちょっとオブジェクトを広げておきましょうか。とりあえずダクトを並べてつけるために3キーで面選択を選んでループ選択して、こちらにマテリアル2を適用してください。オブジェクトモードに戻ってみると、おっと、これではダクトとは呼べませんね。部分的にオブジェクトが回転してしまっているので、これがダクトっぽく見えることを妨げているということが分かっていただけるかと思います。さて、では次のテーマ、オブジェクトの方向を修正するためのユーティリティについてです。さて、実際の方向修正の方法に入る前に、まず前提として、アトリビュートとは何かについてご説明しなければいけません。アトリビュート、日本語表示だと属性ですが、こちらはオブジェクトデータプロパティで確認することができます。これは何かというと、オブジェクトのメッシュデータ、頂点、辺、面など、ごとに不動小数点数、整数、ブーリアン、トゥルーフォルス、色などのデータを持たせることができる変数のようなもの、と思っていただければと思います。頂点グループ、頂点カラーなどと似ていますが、それらの値のように頂点ごとだけではなく、辺ごと、面ごとにも値を設定することができるというものです。方向修正にはこちらを使っていきます。まずは入力欄で、こちらのメッシュインフォメーションエディティングというラベルのついた欄で、こちらの2つの文字列を確認してください。さてこれをどうするか、というと、ちょっとめんどくさいですが、図のように、まずはメッシュオブジェクトに対して、これらのアトリビュートを設定しておきます。では実際に設定していきましょう。入力欄からローテートナンバーの文字列をコピーして、オブジェクトデータプロパティに移り、アトリビュートの欄の右端のプラスボタンでアトリビュートを増やし、こちらの文字列を名称にしたアトリビュートを新規作成しましょう。ドメインには面、データタイプは整数を選択しましょう。次はイズミラーの文字列をコピーし、同様にアトリビュートを作成してください。こちらもドメインは面、データタイプはブーリアンを選択してください。さて、これで方向修正を行う準備が整ったわけですが、その前に、オブジェクト全体を見渡してみて、少し気になることがありますね。オブジェクトが全体的にフリーダムに回転していて、あっち向いたりこっち向いたりしていますね。これはあまりありがたくないのではないでしょうか。とりあえず、手動で調整を行う前に、こちらを自動調整しておきましょう。メッシュインフォメーションエディティングというラベルの一番下、アジャストベースローテーションというチェックボックスにチェックを入れてみてください。全体にオブジェクトの縦横が揃ったというのが確認できると思います。さて、どうやってアトリビュートを編集するかについてですが、ブレンダー 3.5 から追加された機能で、属性を設定という項目を実行することで、アトリビュートを直接編集できるようになりました。まずオブジェクトが回転してしまっている面をすべて選んで、また、オブジェクトデータプロパティのアトリビュートの欄でローテートナンバーという値をアクティブ化しておきましょう。編集モードのメッシュメニューから、属性を設定という項目を選び、こちらを右クリックしてお気に入りツールに登録しておいてください。Q でお気に入りツールを呼び出し、属性を設定を選択すると、現在アクティブ化しているアトリビュートを編集できるので、ここでローテートナンバーを0から1に変更してください。ここでオブジェクトモードに戻って確認すると、方向が間違っていたオブジェクトが修正され、きれいに配列したのが見て取れるのではないでしょうか。では、一方向だけではちょっと面白みに欠けるので、直行方向にもダクトを這わせてみましょうか。ちょっとオブジェクトを広げてみます。当然、この通りの編集でなくとも構いません。そうしたら、直行方向の面をループ選択で選んで、今度はマテリアル03を適用してみましょうか。オブジェクトが入れ替わったのが見て取れますね。一部回転方向が間違っていたので修正しています。さて、それでは、ダクトの交差部分については、マテリアル04に入れ替えて、オブジェクトの入れ替えを行いましょう。これで全体がつながったのが見て取れますね。そもそもこれダクトか、というのは若干怪しいですが、
とにもかくにもそれっぽいディテールができた、という感じになりました。さて、もう少しオブジェクトの回転について説明しておきます。こちらのドアパネルをご覧ください。まず、このドアパネルに先ほどと同様、ローテートナンバーに1を入れると90度回転するわけですが、逆に、マイナス1を入れると、先ほどと逆回転したのが見て取れるでしょうか。また、2を入れると、今度は180度回転します。このように、このローテートナンバーというのは、回転角度ごとに90度回転する、そんな値だと思ってください。また、先ほど入力してなかったけど作成した値、イズミラーに関してですが、このように、0と1で左右反転します。さて、こんなところでオブジェクトの回転については終了です。それでは、ここまで理解したところで、しばらく自由にオブジェクトを広げてみましょうか。先ほど挙げた、1面あたりの頂点数を4以下にする、ということだけ気をつけていただければ、あとは適当で構いません。自由に作ってみてください。画面上の制作方法を参考にしても大丈夫です。すみません。この辺ちょっと撮影ミスってて動画フレーム落ちが発生して分かりにくくなってますね。ただ、ここは操作の指示が必要な部分ではないので、撮り直すのも大変なのでこのままとさせてください。申し訳ありません。次はオブジェクトの角形状適合について解説します。そもそもオブジェクトの角形状適合とは何か、ということですが、これら、オブジェクトの角を見てみると、オブジェクトが自然に角の形に合わさっているのがわかるのではないでしょうか。ちょっと不思議ですね。これはどういう操作なのか、それを理解するために、まずはオブジェクトプロパティのビューポート表示から、ワイヤーフレームをオンにしてみてください。この状態で、オブジェクトの角を見てみましょうか。このように、オブジェクトの角が広がった形状になっている、というのがわかるのではないでしょうか。これはどういうことか、というと、図のように、オブジェクトメッシュを赤色で示した面の放線方向に向かって Z 方向を向ける V、青色で示した辺、頂点の放線方向によって Z 方向を合わせる調整を行う位置に分けるという操作をしているということです。アセットオブジェクトの方を確認してみてください。このように、エッジ近くに分割線が入っていますが、この外側のメッシュが角に向けて広がってるということです。さて、この設定に関してですが、先ほど扱っていたメッシュインフォメーションエディティングのちょっとしたアンギュラーコンフォーミティ、日本語にすると角度適合という欄で設定を行います。この値の意味ですが、図に示した α の1、面放線とエッジ放線のどっちにオブジェクトメッシュを合わせるか、その境界を決定する値ということです。試しに、この値を例にしてみましょうか。すると、パネルオブジェクト全体が角形状に対して適合したのが見て取れると思います。ちょっとこれだと、一般的な建造物の設定としては難がありますね。この設定は本ジェネレータの独自のものですが、この設定により背景構造物らしい構築が可能ということがわかるのではないでしょうか。さて、こんな感じでなんとなく基本的な形状ができてきたわけですが、まだまだ情報量が足りてない、そう感じるのではないでしょうか。ここから、あの手この手で情報量を増やしていく、そんなターンになります。まずは、先ほども基本的な使い方を学習した時に実行した重点モードの変更を行ってみましょうか。先ほども例示しましたが、重点モードは基本的に通常モード、ポークモード、フレームモードの3種になります。ここに面の三角化も別に含まれる、そういった感じですね。では、これをまずベタにメッシュオブジェクトに適用してみましょう。テッセレートモードの欄の3つ目の入力欄、テッセレートモードを0から2へ設定してください。オブジェクト全体がフレーム化されました。ただ、これでは目的がわかりませんね。では、これらの入力欄の一番上、セットターゲットマテリアルトゥテッセレートモードという欄にチェックを入れてみてください。すると、マテリアル00にあたるオブジェクトのみがフレーム化されたというのがわかると思います。このチェックボックスは指定したマテリアルのみ重点モードを変更する
という指定を行うものです。さて、ではこの重点モードを指定するマテリアルを重点モード2個目の入力欄で07に変更します。マテリアル07に当たるのはこちらのオブジェクトです。さて、確認できたら、メッシュオブジェクトで編集モードに入ってください。どこかの面を Shift+D で複製し、E で押し出しを行ってください。押し出した面を L で選択し、こちらのメッシュをマテリアル07に塗り替えてください。コントロール R でループカットを行って、オブジェクトモードで見た目の確認を行ってください。このように、マテリアル07を設定した部位だけがフレーム化されるのが見て取れると思います。5つ目の入力欄、トライアンギュレートメッシュにチェックを入れると、フレームが三角形トラス状になったのではないでしょうか。では、この構造が意味を持ってるっぽく見せるために、先端の面のみ、マテリアルを05にでも入れ替えておきましょうか。とりあえずそんな感じで、重点モードの変更についてはざっくり終了です。このシステムによってちょっと変則的な形状を入れることができる。そのことで情報量を増やせそう。くらいに思っていただければ大丈夫です。さて、次は情報量を増やすための本丸と言えるかもしれないツール。ランダムオブジェクトの配置について、です。ランダムオブジェクト配置の種類はパネルのランダム入れ替え、オブジェクトのランダム負荷、オブジェクトのランダム散布に分かれており、それぞれ別々の入力欄があります。まずはざっと確認してみてください。さて、ランダム配置の設定といきたいところですが、まずはその前に、ランダム配置を行わない部位を指定するための設定をしておきましょうか。先ほどのローテートナンバーなどと同じく、アトリビュートを設定します。名前はこちらのノーランダムをコピーしてください。先ほどと同様、オブジェクトデータプロパティ、属性にて、ボタンからアトリビュートを増やしましょう。名前は先ほどの文字列をペーストし、ドメインは面、データタイプはブーリアンとしておいてください。さて、それでは、ランダム配置に移っていきましょうか。パネルのランダム配置にはこちらのコレクションを使用します。3D ビューポート上で確認を行ったら、メッシュオブジェクトのランダムセッティングス下、ランダムパネルという名前の入力欄で、スロット1のランダムパネルコレクションという欄に先ほどのコレクションを入力し、セットランダムパネルという名前のチェックボックスにチェックを入れ、スロット1のプロバビリティ、つまり確率を 0.15 程度にしてみてください。マテリアル00の1で、パネルオブジェクトが小数、先ほどの入れ替えパネルに変わったのがわかると思います。入れ替え対象の1はスロット1の1個目の入力欄、ターゲットマテリアルで指定します。試しに6に入れ替えてみてください。入れ替え率を上げたい場合は、プロバビリティを変更してください。入れ替えパネルのランダム選択を変更したい場合は、シードの値を変更してください。ランダム入れ替えパネルについてはこんな感じです。2スロット目でも同様の入れ替えが可能ですので、複数のマテリアルで別々のパネルに入れ替えるなども可能です。さて、次はオブジェクトのランダム負荷についてです。ランダム負荷にはこちらのオブジェクトコレクションを設定しましょう。さて、それでは、こちらの入力欄からまずは、セットランダムオブジェクツというチェックボックスをオンにして、先ほどのコレクションを設定してください。設定できたらオブジェクトを確認してください。オブジェクトがランダムに付加されたのが見て取れると思います。確率、ターゲットマテリアル、シード等の設定は先ほどと同じです。さて、形状が不均一になった面にオブジェクトが載った状態で、入力欄スロット1の一番上、テッセレートオブジェクツにチェックを入れてみてください。チェックが入った状態では、画面のように後ろの面に合わせて変形が起こる、というのがわかると思います。さて、ここまででこんな感じ。だいぶん情報量が上がってきましたが、まだちょっとコンセプトアート感はないですね。ここらで一気に情報量を上げていきたいところです。次に、オブジェクトのランダム散布についてです。ランダム散布にはこちらのオブジェクトコレクションを指定します。3D ビューポート上で確認して、3つの枠型のオブジェクトのうち、1つのみ内側が明るくなってる、みたいな形状を確認しておいてください。では設定していきましょう。項目2番目のランダムスキャッタリングオブジェクトの欄に先ほど確認したコレクションを入れ、項目一番上、セットランダムスキャッタリングオブジェクトというチェックボックスをオンにしてください。すると、壁面上の一部になんだか短冊状のオブジェクトが現れた、というのが見て取れると思います。このままではちょっとよくわからないので、
入力欄6番目のオブジェクト密度を表すポイントデンシティレーシオという項目を10から30に増やしてください。これによって、オブジェクトが集まり、結果、ちょっと機械ディテールっぽく見えてきたのではないでしょうか。しかし、このままではやはりちょっと、面の上に何か乗ってる感が否めませんね。そこで、散布オブジェクトが載っていない部位を押し出してしまいましょう。これらの項目のうち下から4番目、エクストルードヘイトを 0.1 に設定し、エクストルードアンセットフェイスにチェックを入れてください。オブジェクトモードに戻ってみると、ちょうどうまいこと散布オブジェクトだけへこんでいることで、いい感じに機械ディテールっぽく見えるって感じが出てきました。さて、それでは、ここらでオブジェクトメッシュの編集を行い、もっと複雑な構造物に見えるように造形を行ってみましょうか。先ほどまでと同様、メッシュオブジェクトは1面あたりの頂点数を4以下とする以外は特に制約はありません。気の赴くままに造形してみてください。なお、また映像のフレーム数がちょっと下がってますね。申し訳ありません。言い訳ですが、こちらも前も撮影後のフレーム数であり、作業中のフレーム数には関係ありません。どうも OBS の調子があまり良くないようです。そもそも作業中にフレーム数が下がったら作業できませんね。撮影し直せって話ですが、また一から作成し直しはきついのでご容赦ください。それでは、今まで無視していたオブジェクトの実在スケールとの合わせを行っていきます。と言っても特別なことをするわけではありません。まずはオブジェクトモードでメッシュ全体を選び、そうですね。今回は適当ですが8倍に拡大してみましょうか。実際に使用するオブジェクトを作るときは最初にモジュール寸法を合わせるなどを考えた方がいいかもしれませんね。それで、オブジェクトモードで出力を確認してみると、非常に薄い、ということがわかると思います。これを調整するにはどうするか、というと、Z スケールレーシオを、やはり今までの8倍に調整してください。この調整だけで全体が調整される、ということがわかると思います。さて、そんなこんなで大体できてきた、という感じがするのではないでしょうか。あと一息です。それでは、ほぼ仕上げ、パイプの設置を行いましょう。入力欄のパイプオンサーフェスというラベルのもと、セットパイプオンサーフェスという項目にチェックを入れてみてください。なんだか青緑色のパイプのようなものが現れましたね。ちょっとパイプが壁面に埋まってるのが気にかかるので、押し出し高さを変えるためにこちらの項目の下から4番目、エクストルードヘイトレーシオという項目を調整してみてください。また、その上のマテリアルという項目でパイプのマテリアルを設定できます。この項目の上から2番目、パイプオンランダムスキャッタードフェイスにチェックを入れると、散布オブジェクトがある面にのみ、パイプが配列されます。さて、そんなこんなでひとまず終了。もっと詳細な機能や、階段ジェネレータの使い方などについては、説明書をご覧いただければと思います。これだけしかないアセットからこんなオブジェクトが気軽に作成できる。しかもバリエーションは気楽に、無限に作成できる。それはなかなか魅力的なツールだと思いませんか？さて、最後に、ここまで SF 系の背景構造物を作成してきたわけですが、その他の応用範囲ってないの？というのは少々気にかかりますね。そこで、ちょっとの手間で全く別の背景構造物にしちゃおう。というのをやってみましょうか。使用するアセットはこちらです。アセットの構造や順番などは、基本的にアセットを制作するユーザーの自由ですが、今回は簡単にアセット入れ替えを行うために、今まで使用していた SF 系アセットと似た構造体にしています。それでは早速やっていきましょう。やることは比較的シンプルです。基本のパネルアセットと各ランダムアセットを指定するコレクションを入れ替え、あとランダム散布の項目で高さオフセットを変更します。まずは一番上、ベーシックアセットオブジェクトコレクションをアルタードベーシックという名前のコレクションに入れ替え、次に、ランダムパネル入れ替えのところで、ランダムパネルコレクションをアルタードランダムパネルに入れ替え、ランダム負荷の位置ではコレクションをアルタードランダムオブジェクトに入れ替え、ランダム散布の位置ではコレクションをアルタードランダムディストリビューションに入れ替えてください。
平等オフセットはミニマムを 0.05、マックスを 0.1 程度にしてください。さて、まずはこれで確認してみましょう。なかなか良いですね。ただ、もうちょっとバスエ感を出したいので看板をつけましょうか。ランダム負荷のスロット2にもコレクションを設定しましょう。設定はこんな感じ。バーティカルアングルスレスホールドは Z 軸と放線のなす角がこれ以下の時にオブジェクトを設置しないという設定を行うものです。アジャスト Z は面重点を行わない時に回転方向の調整を行ってアセットの Y とオブジェクトの Z を一致させるという設定です。ただこの設定、面が斜めだと割と荒ぶる傾向があるのでご注意のほど。それでは設置してみましょう。先ほど示したようにスロット2のコレクションにルーフサインシンプルオンリーテキストという名前のコレクションを設定します。作業順がうっかり前後してしまって映像ではすでに入力されてしまっていますが、バーティカルアングルスレスホールドに30を、アジャスト Z にチェックを入れてください。あと、そうですね。パイプですが、せっかくなのでパイプも錆びさせておきましょう。ラスティメタル034アセットというマテリアルに入れ替えてください。確認すると、パイプが錆びたのがわかりますね。これの意味するところとしては、UV 付きのマテリアルもパイプに設定できるということが分かっていただけるかと思います。では、最後に壁面をボコボコにする設定を行っていきます。設定位置はこちら。一番下にあるノイズディストーションの項目で、ノイズオフセットスケールを0から 0.2 程度にしてみましょう。普通に適用後にディスプレイスメントをかけるのと何が違うかというと、こちらの設定ではオブジェクトの変形方向が元のメッシュオブジェクトの放線方向に限定されています。そのため、割と無理のない自然な変形になってるというのを確認できるのではないかと思います。さて、これを確認すると、なかなか良いサイバーパンクというより、ポストアポカリプス感が得られたのではないかと思います。先ほどまで最新鋭の宇宙基地っぽかったのに、ほんのちょっとの操作でここまで文明が終わってしまうというのは諸行無常を感じずにはいられませんね。さて、とりあえずツールチュートリアルはここまでです。ご紹介しきれなかった機能もありますが、もし興味があればぜひ動画概要欄から販売ページをご覧になっていただければと思います。また、建物ジェネレータや都市ジェネレータの方をご購入いただいた方にはおなじみだと思いますが、まだまだ思いつくごとに便利な機能を追加していきたいと思っております。それでは、ぜひこの楽しい建物パネリングツールを可愛がっていただければと思います。宇宙空間の構造物やポストアポカリプスに限らず、このツールが皆様の創造性をもっともっと広げる、そんなツールになれば嬉しいです。ではでは皆様、良い 3D ライフを。